はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回はトマト栽培で、出張中ね1ヶ月間ちょっと放置してしまったんですけども、その後の様子をお届けしてみたいと思います。はい。でこちらの方が中玉トマトなんですが、結構な大きさに成長しております。まだね赤くなってないんですけれども、かなりの大きさになっております。でこちらがミニトマトなんですけれども、ところどころね葉っぱが黄化して、いるところもあるんですが、でこちらが大玉トマト、結構大きく育っております。特にね手をかけてはないんですけれども、そのままの状態で上に、吊り下げという形に仕立てております。こちらの中玉トマトはですね、100均のね円柱支柱でぐるぐる巻きにしようと思ったんですけども、やはりちょっと茎が太すぎて、ぐるぐる仕立てはね少し難しいような気がします。すごいよこれ、トマトはこれだけちょっと収穫をねしていきたいと思います。すごいすごい、でっかい、めっちゃでかいじゃんこれ。1個取ろうか。これはでかいです。ちょっとまだ青いけど大きいね。この日はですね、出張から一時帰宅ということで、土日で戻ってきたんですけども、トマトの葉っぱの下の方がね結構黄化していたので、とりあえず下の方をすいてですね、枯れてきた葉っぱを今カットして処理をしております。そうすることによって下の方の下葉がねすっきりになりまして、風通しも良くなって病気にもなりにくいと思います。結構ねすっきりしました。大丈夫かな。こちらの方もねちょっと黄色くなって黄化してきているので、枯れた枝もね結構たくさんあるので、こういった枝をどんどん切っていきます。はい、実がねついてある程度赤くなり始めたら、もう下葉は必要ないと思いますので、どんどんこういう黄色くなってしまった葉っぱは光合成ができなくなってきますので、カットした方がよろしいかと思います。あと脇芽もね出てきているものがあると思いますので、こういった脇芽もどんどんカットしていきます。そして主枝はですね、支柱の高さ180センチぐらいまで伸びたらですね、通常は摘心します。だいたい6から7花房まで実をつけてくれると思いますので、ミニトマトに関してはぐるぐる支柱で仕立てれるところまで、私はいつも結構ね2メートル以上3メートル近く伸びる時もあるんですけども、そこまでできるだけ育てるようにはしております。ただ大玉トマトとか中玉は上に伸ばしていっているので、重みもね結構かかってくるので、180センチぐらいで摘心がベストじゃないかなと思います。そしてミニトマトの方もね少し収穫できました。ミニトマトの果実に関しましては、第1花房第2花房第3ぐらいまでですかね、大きさがある程度あるのは、それ以上になるとだんだんやはり実の大きさがですねサイズが小さくなるように思います。そして大玉トマトなんですけれども、一つ一つの実を充実させるために一房につく実の数を4つから5つにして、小さな実は摘果するといいというふうに言われております。はい、帰ってまいりましたが、結構トマトがいっぱいいっぱい赤くなってるね。楽しみだね。ミニトマトとかもね、ちょっとねこのあららららら中玉トマトかわいそうに割れちゃって、しょうがないね。水がめっちゃ溜まってるやん。これ全部溜まってんの。うわ、さあ雨が降りすぎてキノコが生えてきた。やばい。そうね、大玉トマトをだいぶ取ったっぽ
ごいね。おいもさえてるね。大玉トマトすごいね。あらあら、いっぱい落ちとる。いっぱい落ちてる。はい、こんな感じで出張中ね、結構な長雨が続いたということで、かなりのトマトがね、実割れをしておりました。ちょっと残念なんですけれども、トマトの収穫タイミングというのはですね、ヘタのあたりまで真っ赤に染まりまして、ヘタの部分が丸まり始めた頃とされております。で、実を揺さぶるとですね、簡単に枝から取れるものは絶好の収穫タイミングと言っていいと思います。はい、これなんかいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、割れたものもありますけれども、真っ赤に染まっております。美味しそうですね。そしてトマトが赤くなるまでなんですが、ミニトマトとか中玉トマトは開花から4、50日、大玉トマトで開花から5、60日というふうに言われております。そしてもうご存知の方も多いと思いますけれども、積算温度というのがありまして、収穫までに必要な合計温度のことなんですけども、目安が開花から収穫まで1100度から1200度、例えば気温が20度の場合、55日の日数が必要ということになり、こういった温度のことを言います。こっちは悪いやつだからちょっとペーストにしてソースにして食べます。ちなみに未熟な青いトマトの熟成を早めるには、エチレンというですね、成分をたくさん出すリンゴと一緒にビニール袋に入れて保存しておけば、食べ頃を早めることができるそうです。結構トマトが取れたので、トマトソース作りをしたいと思います。まず玉ねぎとニンニクのみじん切りを加えて、割れたところはちょっとカットして、食べられそうなところをミキサーに一緒にかけて、鶏ガラスープと塩コショウをしてローリを加えながら煮詰めます。これは本当に私のオリジナルなんで、でも適当にやったら結構美味しかったので、豆乳とか牛乳を入れて温めてスープでも食べられますし、あとはこういう感じでスパゲッティのねソースとしても、使えます。すごい自然な味だったんですけれども、美味しかったです。庭で収穫した非常に小さな玉ねぎもですね、捨てずにこういう感じで酢漬けにするとね、非常に美味しかったです。小さいミニトマトも酢漬けにしてみました。らっきょうみたいな感じでこういう風に添えてスパゲティなんかと一緒に食べると非常に美味しかったです。ぜひおすすめです。